こ私蓋つけてますけど、やっぱり寝てる時に足で押してしまうことがあるんですね。これが FF ヒーターです。 FF ヒーターはよいしょ、ここになります。これですね。そしてこんな感じになります。結構吹き出しが熱くなりますので、最初使う時びっくりするかもしれません。私はびっくりしました。大丈夫、燃えない、そんな感じです。本当にちょっとすごい熱です。といってこれを開けていくとね、向こうと貫通しちゃいますから、その分効率悪いですしね。つけてみましょう。だいたい3リットルのタンクが灯油の FF はついてます。食べます。こんな感じです。最初はね、足で押した時にびっくりしました。で、着くまでには結構何分か、温まるまではかかりますけど、温め始めるとめちゃくちゃ暖かいです。 FF ヒーターはやっぱりあった方がいいです。そうじゃない、熱関係、燃やす関係とかですね、ああいうのは CO2 を考えたりするとおすすめしません。電気毛布くらいですかね。でもやっぱり FF ヒーターはあった方がいいと思います。一回こっちに回してきて、ここにあれを持ってきてつけられてる方っていうのを見ましたけど、いいなと思ったんですけど、これをねフルフラットにしちゃうと下に行っちゃうんですよね。そこがちょっと気になったので、私はこのままです。起動するとこんな感じになります。そして結構あったかいです。すごい暖かいですね。ただどうでしょう、頭こっちに私もしてるんですけど、気にする人は気になるかな。もう一番はですね、外からの音が結構、外の音か、ここの下にあるんですね。ここです。いいよ。まあそれなりに音が結構します。でもやっぱりこの暖かさはね、あった方がいいです。ちなみに3リッターぐらいのタンクで、一晩ずっとつけっぱなしにしてて1リッター使ってる感じですかね。なのでまあ3日分ぐらいタンク満タンにすればっていう感じなんで、ガソリン入れるときに一緒にですね、タンクの方に灯油を入れとけば、そんなにヒヤヒヤすることもなく、たっぷりと安心して使うことができてます。これがね、燃えないかな、大丈夫かな、そこだけが本当に心配なんですけどね。実はギャレー使うの初めてです。あんまり信じてなかったので、そしてさっきちょっとびっくりしました。これですね、蓋取って差し込んでっていう作業が必要なので、どうせ本当に使うんだったらばこの蓋に穴開けてパッキンとかをして、でまあ走行中も出てこないような形に改造しないとちょっと使いづらいですね。でシャワーです。これ
さっき初めてやって気づいたんですけど、ここ漏水してるんで、通常で使う場合この中にポタポタといってる場合がありますんで、気をつけてください。私は工具を持っていたので、ちょっとパッキンとかを交換して直そうと思います。ああ、びっくり。はい、よいしょ。さっきですね、ここからちょっと漏れてました。なんかね、ここがやっぱり緩んでいましたので、閉めたらば止まりました。これ長く使ってたり、ここの刺して向き変えてたりしてる間にちょっと緩む可能性ありますね。気になる人はシールテープ巻いて一回増し締めした方がいいかもしれないです。よいしょ。この中にポタポタポタというものがあれば、多分ここですね。これ多分起こりやすそうです。危ないですね。で、これがこう回転すればいいんですけど、完全固定なので負荷がかかると、多分それをグリグリやってる間に多分ここのネジが緩む。それが原因かなと思います。どれ排水を見てみましょうね、一応ね。じゃあ傾斜取れてないからしばらくなんか水溜まってる、そんな感じっぽいですね。ここの止めてるところが若干というのもあると思います。あ、排水されてますね。ただちょっと水が溜まったものは拭き取るかなんかしないとダメっぽいですね。あ、やっぱり垂れてきますね。やっぱりここはちょっと個人的には自分好みに変えたいとこですね。水栓だけは変えちゃおうかな。はい、流れていきません。まあこれはあるあるだと思います。傾斜によってね、こういうことは起こってしまうので。洗えるのか、そこが問題ですね。むしろ多分ここだと手前だからやりやすいと思うんですけどね、中からだと厳しいんじゃないかな。もう少し高さ欲しいですね。ちょっと実用性というところではかなり厳しいものになっているかとは思います。まあ排水をね、別でペットボトルとかに上後つけてそっちに出すとか、なんか固めて捨てるとかする分にはいいのかなという部分もありますが、これ吸い出さなきゃ。はい、バックですね。後ろの電装関係、まず電子レンジの裏、冷蔵庫の裏で、ここはさっき開けた水回りですね。で、ここが電装関係です。実はリチウムの200結構ちっちゃいんで、仮装されてても結構ルクシオプロって実は軽い車だと思います。ほとんどここにしか多分物が集中していないので、あとは木でできた造作ですしね。これがリチウムインバーターで、これがバッテリーチャージャーかな。で、一応ファンとかもついている感じはあるのですが、まあここ熱こもりますよね。どっかにファンの穴をつけてヒートシンクとかつけたいですね。じゃないとやっぱり夏エアコンきついです。バッテリーはある間は大丈夫なんですけど、外部充電が入っていかないですね。
ここはちょっとなんとかしたいとこですね。インバーターが走って、これが外部充電ですね。コンバーターか。向こうから回してきてヒートシンクに、風を当てるという感じでやってみるのも一つかもしれないですね。もしくはここだったらば多分造作の方に穴が開けられるかな。よいしょ。おいおい、とりあえずバッテリーでなんとか持ってるんで。自衛隊がなんか訓練してますね。そこにあるのは猿島ですね。これはルクシオプロです。あとあまり開け閉めしたくない理由ですね。後ろこれです。これ動いちゃうとバックモニターの位置ずれるので、このカーテンですね。カーテンをこう後ろ側に回したりしてるんで、ここが結構開け閉めのたびに動いてしまうところが気になるところですかね。やっぱり水はしばらくいいかな。あとこれちょっと気をつけた方がいいです。ここに渡したままですね、外してこのまま使おうとするとですね、乗るときにこう寄りかかろうとすると危ないです。なので私は普段半分回してこっちをしっかりかませるようにしてますね。真ん中ぐらいかな。そしたらこっちも大丈夫なんで。ほらこれ危ないんですよ。なので特にお子さんとか高齢者の方乗せるときとかには気をつけた方がいいですね。こうかな。なんか一番いいスポットを見つけてはめ込んでおくといいと思います。これ何気に結構実は危ないです。早速ハンズ式モードですね。実は仕事中なのでちょっとコーヒーブレイクをしてから仕事に行きます。それでは。